こんばんは、新パイロットきょうきょうです。今日はマイクロソフトフライトシミュレーターにローカルレジェンドとして登場したユニビルズ製フォッカー F27 フレンドシップをご紹介していきます。1950年代に生まれたこの機体、日本では1961年に全日空が導入し、地方のローカル線をつないだ空の立役者として知られています。今回はこのアドオンでどんな体験ができるのか、そして買う前に知っておきたい注意点を本音ベースでチェックしていきます。まずは外観から。最大の特徴は翼が胴体の上についている高翼の構造です。メリットとしてはエンジンが地面から高い位置にあるので異物を吸い込みにくく、逆に胴体は地面に近いのでタラップなしでも乗り降りがしやすくなっています。楕円形の窓が並んでいて翼に邪魔されず外の景色を楽しめます。当時のライバル機に比べると非常に明るく開放的な設計だったんです。エンジンはロールスロイス製のダートターボプロップ。今回のマイクロソフトフライトシミュレーター版では甲高い排気サウンドがカスタム音源で再現されていて、耳でも楽しませてくれます。丸みを帯びた優しい顔のノーズも F27 らしくて再現度は高いですね。こちらがフォッカー F27 のコックピットです。1950年代の機体らしくずらっと並んだアナログ計器が相関です。と言いたいところですが、中央を見ると近代的なナビ装置である GNS430 が鎮座しています。この装置 PMS-GTN650 などには交換ができるのですが、GPS を消して完全なアナログ機体にするという選択肢がありません。せっかくのクラシック機なのに現代の地図画面が強制的に目に入ってしまうのは、当時の雰囲気に浸りたいファンには少し残念なポイントかもしれません。また飛ばす前にいくつか気になった残念なポイントをお伝えしておきます。一つ目は操作の簡略化です。本来は細かく調整できるはずのコンディションレバーがクリック一つで動くボタンのような仕様になっています。このレバーは機体のパワーを調整するために必要なレバーなので、これがクリックで動くとなるとちょっと操作がやりづらくなります。二つ目、上級者泣かせの無線設定。昔ながらの電波を頼りに飛ぶ際、一番大事な LAV1 の周波数設定が GPS 画面の中でしか操作できません。地図を見ずに頭の中で針を読んで飛ぶというストイックな楽しみ方はやりづらい設計です。オーバーヘッドパネルには LAV2 と DME を表示するための物理的なスイッチがあります。これを LAV1 にも応用できなかったのか本当に残念でなりません。3つ目が飛行挙動。 EFB に乗っている離着陸速度は80ノットとなっているのですが、その速度では離陸できないし、着陸しようと思っても失速します。最低でも95ノット以上は必要になります。またこの機体簡単に減速しやすく、着陸時のパワーの調整が難しいです。一度失速を起こすと石のように落下していきます。また巡航中は速度が140ノットで、本来200ノット以上加速できる機体とは思えないほど遅すぎたりと、飛行軌道におかしい部分がいくつかあります。正直フライトシム .to に公開されている2020用のフリー機体の方が完成度は高いです。ひとまずこの機体はレンタルで借りたものなので、最後に動かし方、オートパイロットの操作を紹介していきたいと思います。
まずは EFB でカバーやチョークを外し、外部電源を接続します。バッテリーをオンにします。外部電源をつなぎ、インバーターをオンにします。非常灯をアームドにします。空調と余圧は副操縦士側にありますが、操作しても警告などの反応がなかったので省略します。ナブライトをオン。中央にある GNS を使えるようにします。ルートに関しては、マイクロソフトフライトシミュレーターのタブレットで作成したものをインポート可能なので、必要な方は入れてください。今日は仙台空港の周りをぐるっと回れるよう ILS 周波数をセットしておきます。VOR、ILS はこの2つの計器で確認ができます。左下が VOR ローカライザーの左右方向、グライドスロープは右上で確認します。距離がわかるように DME に同じ周波数を入れます。NAV2 には仙台の VOR116.3 をセットしておきます。DME 計器の電源を入れます。上に表示されているノーティカルマイルでオーバーヘッドパネルの DME にセットした周波数の距離を確認できます。オレンジのヘディングバグをリークする滑走路方位に合わせておきます。トランスポンダーをスタンバイにしてスコークをセットします。トリムを0にします。EFB でドアを閉めて、シートベルトサインと禁煙サインをオンにします。燃料ポンプをオン。エンジンを始動していきます。コンディションレバーをオープンの位置まで移動します。オーバーヘッドパネルのセレクターを右舷。マスタースイッチをスタート。最後にスタートボタンを押すだけで始動できます。回転が安定したら、セレクターを左舷側に倒し、右舷側と同じように操作します。両方始動できたら、ジェネレーターとオルタネーターをオン。マスタースイッチをセーフにします。外部電源を外し、プローブヒート、ウィンドウシールドをオンにします。フラップを 16.5 度にセット。タクシーライトをオン。アンチコリジョンライトをオンにします。パーキングブレーキをリリースして滑走路へ向かいます。あとはスロットルを前に倒して出力を上げるだけです。計器を確認しながら95ノット以上で離陸します。ローテート。ギアアップ。フラップをゼロに戻して加速したら左旋回して仙台湾へ。この機体のオートパイロットの使い方です。オレンジ色のヘディングバグを調整して飛んでいる方位に合わせます。大掛かりなマスタースイッチを上に上げます。ヘディングをオンにします。フライトプランに沿って飛びたい方はナブをオンにします。あとはアプローチと刻印されたレバーを上下に倒すだけで上昇と降下ができます。古い機体でよくあるターンノブは残念ながらこの機体では動作しません。今回は ILS を参照して降りたいので GPS から V ロックに切り替えます。計器のゲージが中央でクロスするように機体を操作。フラップを下げます。ギアダウンします。95ノット以上の速度でアプローチを続け着陸します。
さて、一通り触ってみた感想ですが、価格は3200円、デラックス以上なら1400円で購入できます。お値段相応ではありますが、動かないスイッチも多く、作り込みに急ぎ足を感じてしまいました。結論として、もしあなたがクラシック機をじっくりリアルに楽しみたいのであれば、以前にご紹介した YS11 を購入する方が満足感は高いと個人的には思います。ただ F27 の形が好き、難しいことは抜きにして、ダートエンジンの音を響かせて気軽に飛びたいという方には、マーケットプレイスで手軽に買える良い選択肢だと思います。皆さんはこのフォッカー F27 どう感じましたか？それではまた次回の動画でお会いしましょう。良いフライトを。